あなたは、老後について、こんな勘違いをしていませんか？定年後も再雇用でバリバリ働いて、年金にプラスして稼げば安心だ。収入は多ければ多いほど、生活は楽になるはずだ。もし、あなたがそう信じて、何も考えずに、稼ぐことばかり考えているとしたら、残念ながら、あなたは老後、数百万円単位で不利になる可能性があります。一生懸命働いて、税金を納めているのに、なぜか生活が苦しいあなたを尻目に、あえて稼がない選択をした隣の夫婦は、給付金などの支援対象になりやすく、医療費の自己負担上限が下がるなど、条件が揃えば、負担が軽くなる場合もある。悠々自適な生活を送っている。そんな制度上の差があるか、納得しにくいと感じる。そう憤る気持ちはわかります。しかし、制度の仕組み上、そう感じてしまう場面があるのも事実です。日本という国において、制度上のメリットが大きくなりやすいのが、住民税非課税世帯に該当するケースです。このステータスを持っているだけで、あなたの老後は、経済的な負担が軽くなりやすい傾向にあります。逆に、この仕組みを知らずに、中途半端に稼いで、課税世帯になってしまうと、支援の対象外になりやすい制度も増え、負担が増えやすい状態が待っています。今日、私はあなたに、ハローワークや年金事務所では、個別事情までは教えてもらいにくい、日本の社会保障制度の仕組みともいえる考え方、60代から目指すべき賢い所得調整戦略についてお話しします。特に年金だけでは不安だから少し働こうかなと考えている方、親の介護費用が心配だという方、この動画を見ずに働き始めるのは、穴の開いた財布にお金を詰め込むのと同じくらい非効率になりやすいです。誤解しないでください。働くなと言っているわけではありません。バリバリ稼いで年収500万以上を目指せる人は、どんどん働いてください。それが一番です。しかし、そうではなく、年金プラスアルファで、パートや再雇用で働こうかなと考えている方、この動画を見ずに働き始めるのは、穴の開いたバケツに水を注ぐようなものです。今日はきれい事は言いません。損得の話だけを徹底的にします。あなたの手元に残るお金を最大化するための、損を避けるための授業です。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。さて、まずは結論から申し上げましょう。60代以降、あなたが意識すべき最大の防衛ライン。それは、住民税が非課税になる目安ラインです。このラインの内側にとどまることができれば、あなたは住民税非課税世帯という制度上の優遇が適用される場合がある状態になります。ただ、この目安ラインを少し超えるだけで、支援の対象外になりやすい制度が増えたり、自己負担が増えるケースが出てきます。たかが住民税が数千円安くなるだけでしょ。そう思っているなら、そう感じる方も多いですが、実際はもう少し複雑です。住民税がゼロになること自体は、あくまでおまけに過ぎません。真の恩恵は、その裏にある複数の軽減、支援が重なる場合がある点にあります。具体的にどれほど大きい恩恵があるのか、代表的なものを3つ見ていきましょう。恩恵その1、繰り返される現金給付です。ニュースでよく見ませんか？物価高騰対策として低所得世帯に給付金を支給します。7万円、10万円、時には子供1人当たり5万円。ここ数年、政府は何度も現金を配っています。このお金、誰がもらえるのでしょうか？そう、住民税非課税世帯の人たちです。給付金の財源は、税金などで賄われています。物価が上がって苦しいのは同じなのに、と言いたくなりますが、国は、あなたは、税金を払える能力がある人だから、自分で何とかしてね、と判断します。一方で、非課税世帯は、
支援対象として優先され、給付の対象になりやすいのです。ただ、多くの給付金は住民税非課税世帯が対象になることが多く、課税世帯だと対象外になるケースが多いのです。もちろん、今後も必ず給付金が続く保証はありません。しかし、少なくとも直近は同様の設計が続いてきました。これだけで年間数万円から十数万円の差が出ることがあります。働かずに得た10万円は税や保険料が引かれない分、手取り感が大きいです。恩恵その2、特に影響が大きいのが自己負担が軽くなる場合がある医療費、介護費用です。年を取れば誰でも病院のお世話になります。がんの手術、長期の入院、あるいは親の介護施設への入居。ここで威力を発揮するのが高額療養費制度の上限額です。例えば、あなたが大きな病気をして、一月の医療費が100万円かかったとしましょう。3割負担でも30万円。これは払えませんね。そこで、高額療養費制度を使うわけですが、ここで、課税世帯か、非課税世帯かで、支払う上限額に差が出ることがあります。なお、上限額は所得区分や、外来のみか、入院ありかで変わりますが、70歳以上の一般的な年金の課税世帯の場合、入院も含む上限額の代表例は、だいたい57,600円です。まあ、これでも十分ありがたい制度です。しかし、これが住民税非課税世帯になるとどうなるか。上限は例として24,600円まで下がります。その差、月額33,000円。年間で約40万円もの差になります。さらに負担が大きくなり得るのは介護費用です。老人ホームなどの施設に入ると居住費や食費がかかります。これも非課税世帯で資産要件など条件を満たせば補足給付という制度で食費、居住費が軽くなる場合があります。月額で数万円、年間で数十万円、負担が軽くなるのです。もし介護が10年続いたらどうでしょう。その差は数百万円に膨れ上がります。目安ラインを少し超えるだけで、条件によっては数百万円単位で差が出ることもある。これが働き損の正体です。そして恩恵その3、保険料の減免です。65歳以上になると介護保険料が年金から天引きされます。この金額も自治体によって違いますが、非課税世帯だと基準額の3割から5割程度まで安くなります。国民健康保険料も同様に大幅な減免があります。年間で言えば数万円から10万円近く。何もしなくても固定費が安くなるのです。いかがでしょうか。給付金、医療費、介護費、保険料、これらをすべて合わせると生涯で数百万円、長生きすれば1000万円近い差になることもあります。お金を増やすことの難しさを知っているあなたなら1000万円の影響の大きさがわかるはずです。だからこそ多くの賢いシニアたちは非課税世帯の座を強く意識しているのです。でも船長、そんなに収入を減らしたらそもそも生活できないじゃないか。貧乏生活をしろってことか。そんな声が聞こえてきそうです。誤解しないでください。私は貧乏になれと言っているのではありません。控除や制度を活用して課税所得を抑えようと言っているのです。ここが今日の授業の肝です。手取り収入は維持したまま税金上の所得だけを抑える、そんな制度上の仕組みが存在します。キーワードはよく言われる211万円の壁です。これは65歳以上の夫婦世帯において住民税が非課税になる年金収入のボーダーラインの目安のことです。実際の基準は自治体や世帯構成、扶養の有無で変わります。夫が65歳以上で妻を扶養している場合、夫の公的年金収入が211万円以下であれば住民税が非課税になるケースが多いです。
なぜ211万円なのか。これは、公的年金等控除110万円プラス基礎控除43万円、さらに配偶者控除などを組み合わせた計算上の話なのですが、細かい計算式は覚えなくていいです。年金収入を211万円以下に抑える。これを目安として覚えておいてください。いやいや、私の年金はもっと多いから無理だ。足りないから働きたいんだ。そんな方のために、具体的な、あえての低所得戦略を3つ伝授します。戦略その1、世帯分離の検討です。これは、夫婦で同居していても、住民票の上では、赤の他人として登録する手続きです。そんなことしていいのと思うかもしれませんが、夫婦の財布が別であれば、法的に認められている手続きです。これをするとどうなるか。例えば、夫の年金が高くて課税世帯だったとしても、妻の年金が少なければ、妻だけ非課税世帯として扱われる可能性があります。ただし、ここで大事な注意点があります。介護で話題になる補足給付負担限度額認定は資産要件があり、さらに配偶者が別世帯でも課税状況などが判定に入ります。世帯分離も国民健康保険料が高くなるなど、状況によってメリットデメリットが分かれるので、必ず自治体や専門職、ケアマネ等でシミュレーションしてください。戦略その2、働き方の調整です。もしあなたが60代で年金をもらいながら働こうとしているなら、いくら稼ぐかを徹底的に計算してください。多くの人が働けるだけ働こうとします。しかし、給与収入が入ることで年金と合算され、非課税のラインを突破してしまうケースが後を絶ちません。例えば、年金が150万円の人がいるとします。このままだと余裕で非課税です。しかし、アルバイトで年間100万円稼いでしまった。合計に150万円。目安ラインを超える可能性があります。稼いだ100万円に対して税金や保険料が増え、さらに医療費の窓口負担が増え、給付金ももらえない。実質的な手取りで見ると、働かなかった方がマシだったという逆転現象が起きるのです。これを防ぐには、あえて勤務時間を減らす、月収を抑える、壁を越えない範囲で働くという勇気が必要です。労働時間を減らして趣味や孫との時間に充てる。その方がトータルの幸福度も経済的なメリットも大きくなるのです。戦略その3、イデコの活用です。60代でもイデコと思いましたか？実は2022年の制度改正で、一定の条件を満たす場合は65歳まで加入できるようになりました。イデコの掛け金は全額所得控除になります。つまり、イデコで積み立てた分だけ税金上の所得を減らせるのです。もしあなたが再雇用で働いていて、あと少しで課税世帯になってしまうというギリギリのラインにいるなら、イデコに加入して掛け金を払うことで所得を圧縮し、非課税世帯の枠内に滑り込むことができるかもしれません。これは貯金をしながら税金を安くし、さらに非課税世帯の恩恵もゲットするという実務上の選択肢の一つです。ここまで聞いてどう思いましたか？知らなかったと青ざめている方もいるかもしれません。もっと早く教えてくれよと怒りを感じているかもしれません。日本の制度は個別条件で結論が変わるため、確認が必要な場面が多いです。役所の窓口に行っても、お客様、こうすれば非課税になってお得ですよ、なんて、個別の提案をしてくれるとは限りません。自分で確認し、申告する必要があります。自分の身は自分で守るしかありません。特に60代からの資産防衛は、セミよりも守り、稼ぐよりも制度を活用する方が圧倒的に効率が良いのです。今日の宿題は3つだけです。1、ご自身の年金見込み額を確認すること。2、
お住まいの自治体サイトで住民税非課税の基準を見ること。3、70歳以上の高額療養費や介護の上限がいくらか確認すること。見栄を張って、俺はまだ稼げると誇示するのはやめましょう。本当の賢さは、見栄を張ることではなく、制度を使いこなし、手元のキャッシュを最大化し、家族と自分を守り抜くことにあります。あえて稼がない。それは決して敗北ではありません。この国のルールを熟知した者だけが選べる選択肢の一つであり、方針なのです。今日のお話を聞いて、自分の場合はどうなんだろう。詳しく調べてみよう。そう思った方は、ぜひ高評価ボタンを押して、その前向きな決意を教えてください。皆さんの反応が、私の後悔のエネルギーになります。また、コメント欄で、うちはこうやって調整しています。世帯分離を検討中です。といった体験談があれば、ぜひシェアしてください。あなたの知識が、他の誰かの老後を救うかもしれません。このチャンネルでは、これからも、きれいごと抜きのリアルで使えるお金の守り方を発信していきます。まだの方は、ぜひチャンネル登録をして、私と一緒に賢く、したたかに、お金と自由の航路を進んでいきましょう。あなたの老後を守れるのは、国でも会社でもなく、知識を持ったあなた自身です。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。